こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回は鬼滅の刃に登場する富岡義勇の日輪刀を作ってみました。義勇の日輪刀はアニメで見ると刃の色が薄い青でとても綺麗な日輪刀だなと思います。それでは早速作り方に行ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃を切り出します。型紙を使ってその形に切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を作ります。刃の根元にある文字をテンプレートを使って写し取ります。写し取った文字を切り抜いていきます。カッターナイフだと小回りが利かないのでデザインナイフを使っています。デザインナイフはホームセンターで買うことができます。工作用紙と COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。それを先ほど切り抜いた箇所の裏側に接着します。切り抜いた内側にあるパーツを接着していきます。非常に細かいのでピンセットを使って一つずつ接着していきます。曲げた棒と刃をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具となっております。ホームセンターや100均で買うことができます。熱くなる道具ですので、やけどなどにはご注意ください。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃先に瞬間接着剤を塗って補強します。たっぷりと塗ってこぼれた分はいらない布などで拭き取ります。刃の峰にグルーガンを盛り付けて隙間を埋めていきます。表面がボコボコしているのでグルーガンの先端で撫でて平らに仕上げます。文字をハンダゴテの熱で彫ります。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで買うことができます。刃の端に1枚パーツを瞬間接着剤で接着します。ハンダで筋を彫ります。これにて刃の組み立てが完了です。つばを組み立てます。まずは縁取りパーツを瞬間接着剤で接着します。筋をハンダで彫ります。ハンダで筋を彫っていると周期が出ることがありますが、吸わないようにしてください。つばに穴が開いているので、そこに刃の棒を通して瞬間接着剤で接着します。柄を組み立てます。3枚のパーツを接着します。瞬間接着剤はすべて100均のを使ってます。端が角張ってるとおかしいのでカッターで斜めに切り落としておきます。グルーガンを使って刃の棒部分に接着します。隙間ができた部分に長細く切った COS ボードを接着して蓋をします。柄の両端にパーツをそれぞれ1枚ずつ接着します。これにて組み立て完了です。次は塗装です。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらベースカラーとしてラッカースプレーで刃には黒、それ以外の部分は灰色を塗ります。
ラッカースプレーはホームセンターで300円ほどで買ってきた商品を使ってます。刃を暗い銀色に塗ります。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーです。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。つばやつかも塗っていきます。動画ではエアブラシを対応してますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法で塗装してください。刃の色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにたくさんマスキングテープを貼ります。そして型紙を使ってペンでマーキングしていきます。左右1枚ずつ必要なので2枚作ります。それをカッターナイフで切り抜きます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売っています。切り抜いたものを刃に貼り付けます。一通り貼り付けが完了しました。刃を銀色に塗っていきます。次はクリアブルーを塗っていきます。うっすらと刃先に波紋を描いていきます。エアブラシがないとこれはちょっと難しいと思うので、持っていない方は省略してもらってもいいかなと思います。マスキングテープを剥がします。つばの内側を塗るために再びマスキングをします。内側を茶色に塗ります。残りの部位は筆で簡単に仕上げてしまいます。文字の部分は極細の筆を使って少しずつ塗っていきます。一通り塗り終わりました。柄糸を巻きます。柄に平たい紐を巻いていく作業となります。紐は手芸店で購入したものです。ずれてこないように巻きながらところどころグルーガンで接着してます。柄糸の巻き方は過去に作った日本刀の動画で詳しく解説しますので、気になる方はそちらをご覧ください。端まで来たら柄糸を結んで仕上げます。この端の結び方はインターネットで検索して出てきたサイト様を参考にさせてもらいました。リンクを貼っておきます。というわけで完成です。全長は100センチ、重量は 130g です。中に丈夫な鉄の棒が入っていますので、簡単に壊れるようなことはありません。振ったりしても大丈夫です。鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。この硬化スプレーがあると接着が非常に早くなり作業がはかどります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。引き続き端と端を接着します。このような接着しづらいような場所の接着時にはアルテコスプレーを使うととても楽になります。ぜひ試してみてください。鞘の両端にある細かなパーツを一通り接着します。刀と同じ手順で塗装します。まず造形ベースを塗って黒く仕上げて端を金に塗ります。これにて一通り完成です。鞘の全長は80センチ、重量は 60g となります。すべて作るのにかかった制作時間は12時間、材料費は1500円となります。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点も載せています。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。その他、動画について何か質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。鬼滅の刃の動画は他にもあります。炭治郎、善逸、伊之助、忍といろいろありますので、ぜひご覧ください。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter やサブチャンネルもあります。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。